80キロ。気づいたら大きくなってましたそうだったんですね。いやなんか関取になって多分はい。増えましたね、重量に上がって。それまでは150、60ぐらいだったんで。それ何かこう意識が変わったとかあったんですか？いや楽になったからじゃないですかね、多分。関取に上がったことによって、まあお相撲の世界ではそんな特殊ではないと思うんですが、もう順番帰りました。後ほどお話を伺いましょう。カズマと大野勝です。一度対戦ありまして、先場所カズマが寄り切りで勝っています。先に手をついたカズマ。かち上げに行きます。頭をつける大野勝。低く攻める大野勝です。下手をねじ込もうとします。右は抱えているカズマ。大野勝が左を入れて、まだ回しは取れていません。ここで下手を引きました。どうでしょう、浅い右は取っているでしょうか。頭をつけている大野勝。カズマがこらえます。大野勝が引きつけて前に出ます。なかなか下がらないカズマ。それでも出る大野勝。残したカズマ。大野勝出る。そして残します。この攻防に拍手が起きます。さあさらに下手が深くなった。顎が上がった。2本入った。寄り切りました。大野勝勝ちました。初日が出ました大野勝です。いやー、重かったんでしょうね。そうですねなかなか攻めれませんでしたね。そうですね。ただ終始大野勝が自分の形で。そうですね、形は大野勝が終始、そうですね、大野勝の形でしたね。ただカズマもかなりこの腰の重さがあるんでしょう。しぶとく粘っていました。寄り切って大野勝の勝ち。205キロ大野勝です。カズマもちょっと受け身でやることがなかったといいますか、何か手を出せませんでした。いや、自分の場合は、自分はいっぱいで言ってたんですけど、全勝で言ってる相手がいて、何でしたっけ、栃乃若が全勝で言ってたんで、もう全勝優勝するもんだと思ってたんで、千秋楽に当たるってなってたんですけど、その前日に負けて、星が並んだんで、そこでちょっといけるかもって。結果的には一敗で優勝ですもんね。そうですね。そんな意識しないものなんですね。意識は特に。そうですか。金峰山出羽ノ龍です。時間になりました。前に出ていく金峰山、寄り切りました。大きな体を生かして全く止まりませんでした金峰山。寄り切って勝って4日目から3連勝となりました。突きのイメージのある金峰山ですが、昨日一昨日は2本差し、そして今日も左押しですね。なんかちょっと突きの調子が悪いんですかね。だからちょっと変えてみて相撲を取ってるんですかね。難しい決断ではあると思うんです。まだ、でもその完治が早い手術であればですね、自分も何度かありますけど。そうですか。こう土俵に戻ってくるまでやっぱりちょっと回復力がすごいですね。さあ6連勝をかけて獅司朝紅龍戦です。どんな立ち合いを見せるか朝紅龍。さあ鋭く攻めていく。引いた。獅司はついていきます。頭を上げません獅司。頭の突き合いになりました。獅司がよく見て前に出ていきます。押し倒しました。獅司6連勝です。慌てずに落ち着いています。落ち着いてますよね。でも朝紅龍もやっぱ腰なんですかね。なんか動き悪いですよね。そうですね。立ち合いの当たりこそ良かったんです。立ち合いからです。鋭く当たったのは朝紅龍でした。朝紅龍本来だったらもっと動ける感じが。そうですね、もっと動いて、多分
回目入りかけたんですけど、入れなくて引いたじゃないですか。はい、多分その応援があるというのは、まあでも嬉しいですね。そうですよね、なかなか自分の名前についたパン出ないんですよ。まあそうですね。さあ、そして大青山は中国の内モンゴル自治区の出身、まあ、師匠と同じということです。過去の対戦は3回ありまして、大青山1勝、錦富士2勝です。これがほぼ1年ぶりの対戦。組みのは錦富士、両まわしを引いて寄り切りました。今場所はこの速攻相撲が冴えています錦富士、5勝目です。いい頃の錦富士が戻ってきました。そうですね。錦富士。一時期ちょっと相撲がおかしかったですけど。そうですね。はい、まあ、首を痛めて足首。まあでもこうやって完治してまたこう自分の相撲が取れるようになってるんで、いいですよね。はい、まあ新入幕からこう一気に上位に、そうですね。はい、駆け上がった頃の相撲が砲丸投げを経験していたという朝白龍。さあ、待ったなしの声がかかりました。立ち合いからのスピードが武器の武富士、そしてまわしを取って自分の肩に持ち込みたい朝白龍です。は合いませんでした。武富士がまだ手をついていませんでした。さあ、誘おうという武富士が中に入って寄り切りました。突進力ですね。そうですね。はい。低いですし速いですし、なかなか止めれないんじゃないですかね。はい。武富士は最初から持った武富士がそのまま出ていきました。いや、もう足も常に動いてるんですね。そうですね。どんどん前に出してますよね、足を。あの年はもう避けるしかないですか。そんなことないんですね。まあでも、はい、多分武富士ついてくるんじゃないですかね。負け越しまして番付を下げました。今場所は西の12枚目。今年の初場所も西の12枚目まで番付を下げていたんですが、この時は10勝5敗と2桁勝ちました。このぐらいの番付ならもう大勝ちしてもという。まあそうですね、上位にずっといる隙が効果的なんですが、今場所の阿炎はそれほど隙が出ていません。昨日も下手出し投げで勝っています。立ち合わせるのは大変ですね。そうですね。阿炎がもう両手をついて待っています。また合いません。少し場内がざわつきます。立ちたい。今度は朝乃山が先に腰を割りました。先に手をつきます。踏み込んだ朝乃山、突っ張る阿炎。阿炎が手を伸ばす。朝乃山のくぞる、引いた。朝乃山落ちない。中に入った。寄り切りました朝乃山です。阿炎は突ききれませんでした。どうでしょう、3度目になった立ち合いというのは影響あったでしょうかね。いや、それはなかったですか。ないと思いますね。はい。はい、まあ阿炎も差してすぐ前に出ましたもんね。はい。阿炎もついてはいるんですけど、なかなか相手下がってないですもんね。そうですね。はい。朝乃山がこの畑にも落ちませんでした。そうですね。
怪我明けなんですけど調子良さそうですよね。はいはい。こうなりますともう朝乃山です。若野賞としてもただ突き切ると。そうですね。突き放してどんどん前に出るだけじゃないですか。はい。昨日の取り組みの後、新聞報道によりますとよく動いている、白星につながっているのはいいというそういった感想を漏らしていたと。まあそうですね。動きはすごくいいですよね。はい。さあ軍配返りました。若野賞連勝を伸ばせるか。今日獅子は勝っています。さあ突っ張り手を伸ばす。藤亮が残した。しかしこの回転の速い突っ張り、藤亮が逆襲。しかし若野賞も突っ張る。下をした。足大丈夫か。右足大丈夫でしょうか。起き上がるのに時間がかかっています若野賞です。激しい相撲で藤亮が押した時に若野賞の右足が少し入る感じになりました。そうですね。あまり倒れ方良くなかったですね。そうですね。ちょっとガクってなってましたね。序盤の場所を盛り上げてきた若野賞、大きな怪我でなければいいんですが車椅子で花道を下がっていきます。突き放してたんですけど、藤井亮がもうですね、よく耐えましたね。そうですね。そこから押し返してますし、何度もその攻防が入れ替わる激しい相撲になりました。ここは若野賞が攻めていきます。そして押し返す藤亮がこの後右足が少し流れて、そして膝が内に入りましたね。入りましたね。左のそれは周りからいろいろ言われるでしょうね。きっとそうですね。自分とかもあったんで、ちゃんとやってるのにっていう。それこそ立ち合いとか当たってるつもりなのに付き人に聞いたら全然当たってなかったとかありますんで。さあどちらかが白星を手にしてさあ明日以降につなげられるか。翔猿御嶽海です。突っ張っていくのは御嶽海です。翔猿下がらず2本入りました。でも御嶽海出ようとしますが体を入れ替えます。翔猿が低く寄っていく。寄り切りました。翔猿が2勝目。そして御嶽海は6連敗です。御嶽海の元気のなさというのがちょっと目立ってしまいますね。そうですね。なんか簡単に二本差しも許してますよね。そうですね。しかも立ち合いも翔猿そんな当たりにいってないんですよ。御嶽海の方からいってるんですけど押し込めてもないですし、二本差しもすぐ許してますし、その後の攻めもですね全然ないからどっか悪いんですかね。もちろん勝負もそうですし病気もね気持ちが非常に大事になってきますね。そうですね。さあ気合が入ります狼雅です。そして千代翔馬1勝4敗、御嶽海に寄り切りで勝った1勝のみという序盤戦。来週の月曜日が誕生日です。すっかりベテランの千代翔馬。おっと変わった。本当に何をしているか分かりません。そうですね。たまにこの千代翔馬もやりますからね、立ち合い変化。変わるにしても随分と大きく飛びました。そうですね。思いっきりいったんじゃないですか。中途半端にやったらついてこられますからね。140キロある体であんなに動けるのかと。もう狼雅目標を完全に見失ってしまいました。目の前からいなくなってますからね。そうですね。感覚としてはもう本当に何もなくなっちゃったっていう感じなんで
って感覚としてはそうですね。あんだけ飛ばれたら感じなんで。得意のこの左四つの方になかなか持ち込めない。ああ、そうですね。正代2勝3敗、昨日は藤青雲を引き落としで破っています。先場所は2大関を撃破というところで、目立っていました正代です。先場所の対戦では寄り切って若元春が勝っています。踏み込んだ若元春がついていきます。正代残して引いた、そこをついていきます。押し出し正代です。若元春はちょっと首をひねりました。立ち合いから完璧に若元春の相撲なんですけど、その後ですそのね、後攻めれないんですぐ引きに行っちゃうんですよね。共に引いてしまいました。すぐ転倒してますよね。そうですよね。だからすぐ今回引いてますけど、それでもいいけど。本当にもう力をつけてきています。行司は木村元樹であります。ここでもこのしこです。この取り組みはあなたのパートナー辻本郷税金法人。もう誰もができるものじゃないということなんですね。これはそうですね。柔らかいからできる。高く上げれないですよね。自分も現役の頃こんな高く上げたことないです。股割りができるからといって上がるわけでもない。離れて取るという感じではなさそうでしょうか。そうですね。これこうつかないですもんね。そんなに。そうですね。さあどんな展開が待っているでしょうか。低い裏、左をねじ込んで頭をつけた裏です。まわしはどちらも引いていません。裏が攻めていく。最後は首投げか。琴恵光勝ちました。首投げか小手投げか、裏が出てきたところを柔らかく投げました琴恵光です。小手投げっぽくなかったですかね。小手投げですかね。多分。いや、あそこで逆転するんですね。すごいですね。もう裏かなと思ったんですけど。そうですね。逆転の小手投げです。でもなかなか見ないですよ。裏のあの逆転負けは。そうですね。あんな裏の形になってて。まわしはどちらも引けていなかったんですが、ここで裏が出ていきますが、なんか手つきそうだったのもちゃんと手を返してますし、あの突き方はもうしょうがないで、初日から5連勝した場所があっても最終的には2桁届かないという場そうですね。所も最近多いですし、15日間取り切る力を出し続けるというのは非常にこう難しい。そうです。でも疲れ残るようになりますけどね。そうですね。高安は36歳です。欧勝馬が29歳。一敗を守れるか高安。腕を固めていきました。欧勝馬が低い体勢から回り込んで押していきますが、高安も手を伸ばしてついていきます。欧勝馬を起こしに行く、差しに行きますが、これは欧勝馬逃げました。手を伸ばしますが、様子を見ながら押していくという感じの両者。少し頭をつける形になりました。引いた。欧勝馬ばったり。タイミングの良さはベテランならではでしょうか。そうですね。いいですね。はい。あの形からさっと引くのは決まるんですね。いや、もうタイミングじゃないですかね。はい。パッと外したような感じですよね。はい。欧勝馬もよく頑張って押しました。もう攻めてますけど、なんかこう攻め切るっていう攻めじゃないですよね。なんか見ながらちょっと手出してみたいな。回し取りなかったんですかね。
あのまま押し出そうという感じの押しではではないよないですね、はい。そしてここで動きが止まりました。でここで疲れてるから、はいパッて使いを外したような感じですよね。あ、これで顔もちょっとこうね、はい押してますけど、なるほど、もうちょっと疲れていたというのも大きいんですそうですね。長くなるとやっぱりこう変わってきてますよね。まあ、あと突きの重さもちょっと出てますよね。ちょっと前は上突っ張りというかなんかはいもうポンポンポンみたいな感じだったんですけど、うんそうここ最近は力強く突きをしてます。重さがこう、重さが、はい、加わって、はい、この相撲を続けていけば三役もまあそうですね。届いてもという。さあ、そして藤青雲が力をつけていまして、今場所は西の6枚目、先場所西の6枚目7勝8敗、同じ番付自己最高位タイです。初顔です。低い一山本が突っ張っていきます。引いた、ここ出ていく藤青雲です。一山本引いてしまいました。藤青雲も押しをこらえて引きに来たタイミングでしっかりと前に出ました。チャンスを逃しませんでした。そうですね。山本はもったいないですね。やっぱこう引いちゃうんですよね。攻めれないと思って、あそこは我慢してもっとどんどん突き放した方がいいんですけど、ちょっともったいないですね。もったいないですね。その後右のふくらはぎの怪我がありまして休場しました。番付を下げました。ただやはり実力者です。しっかりと戻ってきました。そうですね。まあまた上まで戻ってくるんじゃないですかね。美ノ海は33歳で西の2枚目自己最高位タイ。低いのは美ノ海、大栄翔が引いてしまう。大栄翔を押していく、いなした。大栄翔勝ちました。2日目から5連勝です。そこからいなしながら攻めるっていうのは大栄翔の相撲ですし、下がってもそこからきっちり逆襲できるんですよね。そうですね。下がってから前に出れますからね。はい。まあいなしながらついてついていって、まあそれもまあ大栄翔の相撲ですからね。はい。最後は、敗れて、車椅子で運ばれるという状況になりました。さあ、部屋頭として期するものがあるでしょう、隆の勝。16回目の対戦です。対戦成績はほとんど五分。押し相撲の琴勝峰、そして隆の勝です。両者頭から引いた。引いてバランスを崩したところを隆の勝引きました。隆の勝の圧力がそうですね。今年も状態起きちゃいましたよね。はい。状態が起きたこの立ち合い、すぐ琴勝峰引いてしまいましたね。引くと状態も起きてバランスも崩れるという感じ。崩れますし、この場合は引いたところついてこられてるんで、で体勢も俵に足かけてるんですけど、状態は藤中小さいですよ。押す力は結構ありそうですよね。そうですね。どんどん前に出ますもんね。どういう相手に対してでも。そうですね。昨日藤ノ川は琴勝峰相手に立ち合いの変化がありました。ただああいう変化は熱海富士にはおそらく通用しないでしょうから、さあ真っ向勝負の鋭い当たりが今日は見られそうです。熱海富士は3連勝の後2連敗。さあ注目の立ち合いです。熱
熱海富士が全く仕切ってないところを藤の川が突っかけてしまいました。このスピードの違い、仕草も全くそのスピードが違います。両者立ち合いでも足を払いにいった。熱海富士が出ていきます。落ち着いていました熱海富士です。足を払ったことで藤の川の状態がかえって起きてしまいました。いや、落ち着いてました。そうですね。糸口がありません。立ち合いは良かったんですけど、から今のが余計だったんですよね。そうですね。はい。熱海富士びくともしませんでしたね。でもどうなんだろう、やっぱ、はい、この小さい人の気持ちになったことないからわからないんで、もうどうしようもなかったんですかね。もう蹴るしかなかったんですかね。蹴ってそうなんですよ。両方はもう馬力に任せてガンガン出てきますから。それこそ逆に青錦はもうあれなんですか、普通に自分の形になって勝つっていうことしか考えてないかもしれませんしね。そうですね。自分の形を貫くという、そういう考えも、それで上がっていった人なんで、さあ過去は3対3です。序盤4勝1敗の青錦。手をついた青錦に対して、さあ王鵬が思いっきり当たる。頭をつけてまわしを引いてひねった。下手ひねり青錦。大丈夫ですかね。動きがでもそうですね。やっぱ刺さなかったですね。前みつから行きましたね。ああいう相撲もできるという。そうですね。そうですね。じゃあこれタッチペンやりますか。はい、お願いします。下手ひねりで青錦が勝ちました。なかなかあんなひねり見られないですよね。大きな相手をひねって転がしました。引きずり下ろすみたいな。引きずりながら、そうですね。抱えて、そうですね。抱えてどうにか前に出ようとしてるんですけど、ここで崩されてますよね。そうですね。結構本当相撲うまいですよね。なんですが、いや、ここからが大事ですよね。そうですね。ただ先場所横綱大関は全然いませんでしたから。そうですね。それを考えますと前半にはあまり星を落としたくないという霧島です。ただ今日は吉野富士ですよ。そうですね。相手も調子いいですからね。そうですね。どんどん上がってきて。過去は霧島3勝、吉野富士1勝。頭から当たりました。出ていくのは霧島。霧島左が入った。右から絞っていく厳しい攻めの霧島。吉野富士残します。霧島がもろ差しを狙ってるんでしょうか。厳しい攻めのまま最後押し切りました。霧島5勝目、連敗はしません。今日はもう隙のない攻めでした。そうですね。相手に左を。さあこの立ち合いからいかがですか。立ち合いからはもう全然霧島がどんどん攻めてますし、でここで相手が左差そうとしたところを右をつけながら差させないで我慢してますし、右の攻め厳しいですね。やっぱ刺されるのが嫌なんですかね。体が向こうの方が大きいですし、終始霧島が攻めてますからね。吉野富士は花道の奥を睨んで琴櫻が気合を入れます。付け人に対して厳しい補助を向けるんですが、花道ちょっと距離があるんでねいつもより遠いから。いつもより遠いんで。角番の琴櫻、あまり序盤で星を落とすわけにいきません。
豪ノ山を迎え撃ちます。豪ノ山が前に出ていく、手を伸ばす、回しを手繰りに行きますが押し出しました豪ノ山です。琴櫻あまりにもまともに受けてしまいました。今日は豪ノ山は会心じゃないですか。会心ですね。ちょっと琴櫻受けすぎましたよね。余裕があったように見えたんですが、そうですね、途中余裕があったように見えた、強かったんですかね。思った以上のこう攻めが。そうですね、まあ、豪ノ山もどんどん下からずっと攻めてますし、豪ノ山のこの休まない攻めに琴櫻、結局そのまま下がってしまいました。まわしに手がかかってれば違ったんとは思うんですが。そうですね、まあ、でもなんか、相撲を見るまでは、まあ、今場所豊昇龍です。さあぐっと静まり返ります。いいですね、この緊張感いいですね。いいですね。僕なんですとこう満単位の人がさっと静かになるってそうですね、なかなかないですよね。なかなかないですよね。おそらくそれだけこの両力士の、集中力みたいなものが伝わってる。そうですね。相撲って思うんですけど、本当立ち合いの時ってシーンってなるじゃないですか。あれすごいですよね。で当たった瞬間わーってなるじゃないですか。そうですね。もうみんなが息を飲むっていうそんな感じの一瞬です。さあまた静まり返りました。ファンが息を飲んで見守る土俵。豊昇龍が白乃富士の挑戦を受けます。左四つ2本入ったが構わず出ていく豊昇龍。白乃富士残す、2本入って残した。さあ形が白乃富士になった。白乃富士有利だ、切り返した。同時に落ちた。軍配は豊昇龍。物言いです。白乃富士が2本入って切り返しに行きました。決まったかに見えたんですが、そこから豊昇龍粘りました。先ですね。ですね。こう見ると白乃富士が優勢のように見えるんですが、軍配は豊昇龍でした。そして話し合いが終わります。協議が終わって発表を待ちましょう。ただいまの協議について説明いたします。行司軍配は豊昇龍に上がりましたが、豊昇龍の体能が先に落ちているのではないかと物がつき、協議した結果、豊昇龍の手が先に落ちてました。行司軍配差し違いで、白乃富士の勝ちといたします。豊昇龍2敗目。白乃富士がもろ差しからの切り返しで横綱を退けました。金星獲得です。ただいまの決まり手は切り返し。白乃富士が2本入って構わず豊昇龍が出ていったんですが、これもスパッと入りました。2本入ってますね。2本入ってますね、もう。はい。ただ構わず豊昇龍出ていったんですが、豊昇龍が出るんですけど、ここを残してですね、回し取り直して、ここから攻めてですね。あの体勢から豊昇龍はちょんがけにいってるんですね。客席見たりとかあるんですか。客席はあんまり見てないです。はい。多分見てもわからないんで、目悪いんで。はい。確かに目があるの印象は強いですよね。じゃあ相手の顔もわかんないぐらいですか。ね、顔はわかります。顔はわかるぐらいの視力。はい。昔の力士と相手の動きがわかんないぐらい目が悪くて変化されると落ちるって人もいたようなんですよ。そこまでじゃない。そこまでじゃない。はい。
さあ大野里は2場所連続休場、再起をかけるこの場所は序盤2勝3敗、難敵平戸海戦です。6日目結び、この立ち合いやり直しがどうなるでしょうか。さあ眉毛を昨日と同じように 2,3 回動かしました大野里。また動かします。ちょっと平戸海気持ちがせいているんでしょうか。さあ3度目です。また眉毛を動かした大野里。中に入る平戸海、右下手を引いた大野里。大野里が出る。今日も落ち着いていました大野里です。やはりほっとした表情を見せました。そうですね。まあでも今日も落ち着いて相撲取ってますよね。そうですね。はい。そうなりますとこの体が生きてきますきますよね。はい。平戸海の当たりも悪くはないんですけど、はい、やっぱり相手が落ち着いてるんで慌てさせることができなかったですよね。はい。今日は右下手を引きました大野里です。まあ相手をああやってこう正面に置いて、平戸海の前回しも取るの早いんですよ。でも全然攻めれないですよね。そうですね。はい、状態もすぐ起こされてますし。平戸海は今日はまわしを取る選択をしました。そうですね。でも当たりもしっかり当たってるんですよ。でも横綱がやっぱちょっと落ち着いてましたね。はい、これで星を五分に戻しました。ここからですかね、大野里は。ここからじゃないいただきました。土俵上では立浪部屋の上戸による弓取り式が行われています。西の幕下の12枚目、ここまで1勝2敗の上戸です。幕下上位に定着していまして、新十両まであと一歩というところまで来てはいます。なかなかの歓声ですね、よいしょも。そうですね。大歓声を受けながら弓取り式が終わりまして、今日6日目の取り組みが終了しました。この後は佐田の富士さんの選ぶ今日の一番をたっぷりと振り返ります。弓取り式は終わりました。これをもち